ごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、日本が防衛予算を増やすという大きな基本方針を決めました。これに伴って日本政府は、じゃあどこからお金を持ってこようかという検討に入り、様々な手段を一応尽くした上で、1兆円程度は増税をしなければならないという考え方を示しています。しかし、本当にそのような増税は必要なのでしょうか？私は必要ないと考えています。では、どこから財源を持ってくればいいのか、そのことについて動画の後半で解説していこうと思います。日本政府は何かを行うときには必ず何かしら増税をしようとするわけですが、日本は過去の遺産として持ってきたお金があり、それを活用するという、そんなに難しくない解決手段があることを忘れてはなりません。今回の動画ではそのことについて解説していきましょう。それではまずどのような増税プランが考えられているか、関連ニュースを見ていきましょう。首相、防衛費1兆円を増税で確保、法人税軸に。岸田首相は8日、官邸で開いた政府与党政策懇談会で、防衛力の抜本的な強化に向けた防衛費の増額に、令和9年度以降、約4兆円の財源確保が毎年度必要になるとした上で、うち1兆円強を増税で賄う方針を明らかにした。所得税を対象にしない考えも示し、法人税を軸に調整する。5年度からの増税は行わず、9年度に向けて段階的に税率を引き上げていく方針だ。首相は約4兆円の財源の4分の3について、歳出改革や決算剰余金、国有資産の売却益などを活用する防衛力強化資金、仮称の創設などで賄うとしつつ、残り4分の1の1兆円強は国民の税制で協力をお願いしなければならないと述べた。同時に、現下の家計を取り巻く状況に配慮し、個人の所得税の負担が増加する措置は行わないと明言した。政府は防衛力強化のため、令和5年から9年度の防衛力整備の総経費を約43兆円とする方針だ。9年度以降についても安定的に防衛力を維持強化するとしている。首相は安全保障環境が急速に厳しさを増す中、我が国の領土、領海、領空を守り抜くため、抑止力と対処力を強化することは最優先の使命だと強調した。まず最初に言っておかなければならないのは、私は増税には反対しますが、一方において防衛力は増強しなければならない。つまり予算の裏付けなしに防衛力強化はできないんだから、お金は持ってこなければならないという考え方をしています。しかし、日本政府の場合だと今回ご紹介した記事のように、なんだかんだ言って結局のところ増税はしなければならないという基本方針を示しました。この増税をしなければならないという考え方に私は反対しています。じゃあどこからお金を持ってくるか、それは外貨準備高からです。一般的に外貨準備高というのは急激な為替変動に対応するために用意されたお金のことで、このお金というのはどんどんと積み増してきました。というのも、為替変動に対応するための手段として外貨預金だけではなく、海外の金融資産なども保有し、この利子や配当収入といったものがあって徐々にお金は増え続けているからです。また、保有しているアメリカの国債を急激に売ると、これがアメリカ政府にとっても非常に厄介なことになりますから、政治摩擦を恐れて、通常はアメリカの国債を急に大量に売るといったことはあまりしないものです。今年2022年は円安が急激に進んだため、これに対応するための為替介入が行われました。この時にはアメリカの国債を現金化しちゃったろうと言われています。しかしそれはあくまでも例外的な動きであって、あまり日常的に外貨準備を使って為替介入が行われているわけではありません。ですから、このお金をいかに上手に使うかが日本にとっては非常に重要なのです。なぜそのことが非常に重要なのかといえば、積み上がった金額が非常に大きいからです。外貨準備高の全体としては180兆円。その中で金融資産として持っているお金は120兆円程度だと言われています。しかも今年は円安により海外資産がどんどんと膨らみました。ですからアメリカの国債をもしも売れば、それに伴って日本円に換金した時のそのお金の額としては非常に大きくなるのです。こうしたお金をもっともっと日本国内に戻して使うべきだという考え方は、政党の場合だと国民民主党が唱えていますし、YouTube の動画で有名なのは高橋洋一さんがこれに当たるでしょう。ただ、こうした話をすると、それは幻の埋蔵金だと突っ込む方がおられます。確かにそのような突っ込みは当たっている面があります。なぜならば、国民民主党にしても高橋洋一さんにしても、為替変動によって膨らんだ、いわば自家会計の部分での
膨らんだお金を日本に持ってくるべきだという話をしていることが多く、持ってこれる額は40兆円から50兆円程度あるはずだと、少し課題に期待させる内容を話しています。ですから私はもっともっと地味にしかし確実に役立つ方法を取るべきだと考えています。それは外貨準備高を取り崩すのではなくって、あたかも政府系ファンドのような考え方を導入して配当収入などを日本に戻してくる、こうした考え方を適用して法律改正などを進めるべきだと考えています。先ほども述べたように外貨準備高全体は180兆円程度、一方において金融資産は120兆円程度あって、そこから生み出される配当というものも存在するわけです。特にアメリカの国債の場合だと、基本的には破綻しないいわゆる低リスクの金融資産でありますが、同時に金額が圧倒的に多いものですから、年間の配当収入が1兆円2兆円程度まで膨らむことがあるわけです。外貨準備高として用意されたお金だから、これを日本国内に戻すことはできないといつも指摘を受けるわけですが、その部分について言えば、じゃあできないんだったらできるようにするのが国会議員の仕事だと私は思います。そして外貨準備高で生まれてくる配当利子収入といったものを日本国内に戻すべきだと考える理由はもう一つあります。それは日本が保有している外貨準備高は他の国に比べるとはるかに多く、ここまで増やす必要はないと私は考えているからです。ですから、これ以上増やすのではなく、生まれてくる利子配当収入を日本国内に持ってきて、現在の水準を維持するだけでも十分に安定的な財源として考えることができると考えます。今回取り上げた記事の中では、防衛予算を増やすためになんだかんだいろいろやった末に最終的には法人税を上げようという話をしているわけですが、そのようなことすら必要ではないと私は思っています。外貨準備高は他の国に比べるとはるかに巨大な額まで膨れ上がり、それに伴って保有している金融資産はそれ自体がお金を生んでくれるのです。日本は頻繁に為替介入するわけではありませんから、保有しているアメリカの国債が生み出す富それ自体を日本国内で使えば、それに伴って様々なところにお金が流れ、そこからまた所得税や法人税の収入増加といったものも生み出すことでしょう。日本国内でより多くのお金を税金として吸い上げるのではなく、海外でお金自身がお金を生み、その利子配当収入を日本国内に持ってきて回せば、その分だけ経済効果はあるというのが私の考え方です。今年は円安により、米ドル建ての金融資産を売ってしまえばといった埋蔵金の話が少し盛り上がってしまったわけですが、そのような一時的なお金ではなく、外貨準備として持ちつつも、アメリカの国債を持ち続け、そこから生まれてくる利子配当収入だけでも、十分に日本国内にとっては大きな資金源となり得るのです。もちろんそうした外貨準備高のお金をどんどんと日本国内に戻すといったことに関しても、法律改正が間に合わないのであれば、そこはつなぎとして国債を発行すべきだと私は考えます。現在の国債発行の仕方について言っても、防衛予算に充てるような、そのような形での運用はできないとされています。しかしこれもまたできないのであればできるようにする、そうした考え方が日本の政治家には必要でしょう。何も建設業だけにつぎ込むだけに国債はあるわけではありません。少子化対策に国債を出すといったことも必要でしょうし、防衛予算についても必要なところには必要な額をあてがうというのであれば、知恵を絞って仕組みを変えて現実に対応することが私は必要だと思います。お金がないんだから増税しなければならないと単純に言う日本政府に対しては、いやいやもっと手はあるはずだということを声高に言い続ける必要があると思います。そうしなければ安易に増税するのではないか。私はそう思うからです。というわけで今回の動画はここまで。防衛予算を増やすために日本政府は最終的には増税をしようと考えています。しかし、防衛予算の増額に対しては増税する必要もなく、知恵を絞って仕組みを変えることによって私は十分に対応できると思います。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとコメントの書き込みよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。